皆さんこんにちは、キスケです。本日は全スパーキング最強キャラランキングやっていこうと思います。はい、毎度のごとく E から神の10段階評価となっております。そして貫突統一ランキングとなってます。そして、各ランク帯の目安ですね、E から B が PVP で使うには少し厳しいみたいな感じで、各ランクごとに分けてちょっと見ていただければなと思います。新しくスパーキングが全開覚醒合わせると5体追加されたんですよね。リミテッドバーダックから結構すごい勢いで増えたっていう感じではあるんやけど、あのキャラクターはどこにいるのかとかね、予想しながら最後までお付き合い願えると助かります。それでは早速 E ランクから見ていきましょう。こちら、はい、 E ランクは特に変わり映えはないですね。変わった点といえば、ここにいたキャラクターが抜け出してます。いいからチルドですね。いっつもチルドがE ランクの真ん中ら辺に居座っとったと思うんやけど、ついに全開覚醒したということで、E ランクからは脱退という形にはなります。こいつらもね、早く全開覚醒して E ランクから脱退っていう形もね、そろそろ起きるんじゃないかなと思うんでね、ちょっと楽しみですね。はい。ということで E ランクでした。ちょっとサクサクは行きたいんですが、各ランクごとに、低いランク帯ではちょっと全開覚醒してほしいキャラクターとかをちょっと言っていこうかなと思います。個人的に全開覚醒してほしいキャラクターはいないな。いないな。前までやったらチルドしてほしいなって言っとったんやけど、E ランクはいません。はい。ということで、お次は D ランク見ていきましょう。こちら。D ランク。D ランクも特に変わり映えはなくっていう感じではありますね。ただここでは全開覚醒してほしいキャラクターがちらほらいて、例えば、この怒りスーパーサイヤ人2のベジータ。で、不死身の大猿ベジータ。で、交代禁止の緑のバーダック。この辺が全開覚醒すると今の環境だと結構面白いことになるんじゃないかなとは思ってます。でもこいつが全開覚醒すると、ただ紫染めにまたパワーが増すみたいな、そういう形で使われそうではあるんだよな。こいつ確かね、経由すると味方の余ダメージ上げたような、気はするんで、そんなキャラクターがね、紫染めに入っちゃうとちょっと難儀やなっていうことで、優先順位的にはこういう形かな。下から順に俺は全開覚醒してほしいなとは思います。ただね、最近交代禁止のキャラクターがめちゃくちゃ強いでしょう。だから簡単にその交代禁止を所持しているキャラクターを全開覚醒できないっていう運営の悩みみたいなのが多分ありそうなんで、バーダックはちょっと厳しいかな。でも覚醒するんやったら今がチャンスやと思うんですよね。リミテッドのバーダックも追加されて、新しいエクストリームでね、追加されたんで、セリパとか今だと思うんやけど、ちょっとこの機を逃したらもう当分ないんじゃないかなとは思いますね。ということで D ランクでした。お次は C ランク見ていきましょう。こちら、はい、 C ランク。 C ランクも特に変わり映えはないかな。確かね C か B にフルパワーフリーザがいたんですよ。ただ全開覚醒して上の方に行っちゃったっていう感じですね。仲間を置いて逃げ出したっていう形ではあるんやけど、こん中もね、やっぱり PVP で戦っていくのは非常に厳しいキャラクターたちが揃ってると思います。ただ結構懐かしいキャラクターいるよね。環境を制圧したようなキャラクターもちらほらいるけど、今ではちょっとね落ちぶれてしまったというか、この中で覚醒してほしいのは、この悟空がさ、 SNS の100万フォロワーキャンペーンで全開覚醒するかもしれないっていう4択に選ばれてましたよね。このベジータもか。このベジータもやね。皆さんは誰に投票しました？僕はこのベジータに投票したんやけど一番人気なかったわ。すげえ悲しかった。すげえ悲しかったですね。こいつとパーフェクトセルが結構人気でしたね。それ以外はなんかすごい低いところで争ってましたね。だからベジータはないでしょう。ただ個人的に覚醒してほしいのはやっぱりこの赤色のベジータ。そろそろ赤色でさ、
ぶっ壊れキャラクターとかね、出してくれてもいいんじゃないかなとは思うんやけど、かたくなに新ガシャで赤色出てこうへんよね。運営も分かってるんやろね。新ガシャで赤色出しても多分、環境で戦っていけへんから、売り上げにつながらんし出さんとこうみたいな感じだとは思うんでね。この辺覚醒して、ぶっ壊れにしてもいいんじゃないかなとは思うんだよな。あとタピオンとかさ、結構面白い能力してるやん。特殊アーツで増えたりとかさ。だからこいつも覚醒すると結構面白い感じで PVP 回れるんじゃないかなとは思うんですが、赤は厳しいな。ということで C ランクでした。ではお次 B ランク見ていきましょう。こちら B ランク B ランクも変わり映えはないですね。ここにまた SNS の100万フォロワーキャンペーンの全開覚醒候補がいますね。パーフェクトセルと変身トランクス。まあ変身トランクス覚醒したら結構強そうよね。結構強そう。変身キャラクターの全開覚醒って変身後のステータスめちゃくちゃ高くなるんですよ。打撃の攻撃力だから30万とか、まあいかなくても29万とか絶対あると思うんで、超強くなると思うよ。ただその SNS の全開覚醒予定が2022年の7月以降って書いてたんで、丸5ヶ月ぐらい先っていう、環境変わってもうてるかなっていう感じではあるんやけど、覚醒したら相当強くなるんじゃないかなとは思いますね。で、その他に俺が覚醒してほしいのはやっぱりゴルフリ。今の環境ね、悪の系譜めちゃくちゃ強いんですよ。めちゃくちゃ強いんやけど、まあ緑がねちょっと強いんやけどね、無料のポットフリーザーめちゃくちゃ強いっていうのは知ってるんやけど、やっぱりもうちょいなんか欲しい。まあよく言うのであればリミテッドの最終形態クーラとか緑で出してくれるとマジで悪の系譜が環境を取るぐらい強くなると思うんで、個人的には来てほしいなクーラ。まあクーラこずともゴルフリがね覚醒するとかしてくれればもっと強くなると思うんやけど、まあここ最近の悪の系譜のテこ入れを見る感じ、もう当分ないやろな。すげえ悲しいわ。はい。っていう感じかな。まあこん中はね結構覚醒してほしいキャラクター多くて、ゴルフリでしょ。このボージャックとかもね覚醒すれば世界最強の特殊カボチャに持ってるんでめちゃくちゃ活躍するやろうし、この黄色のご飯とかね、変身ご飯こいつも交代禁止持ってるんで結構難しいかなとは思うんやけど、覚醒すればまあ今の環境をねちょっとせき止めてくれるようなキャラクターになると思うんで、結構覚醒してほしいキャラクターは多いですね。 B ランクっていう感じでしたね。別に PVP では戦えんことはないと思うんやけど、やっぱり火力面と耐久面がちょっと厳しいかなと思うけど、まあ自分の強みを押し付けていけるのであればぼちぼち戦えるぐらいのキャラクターにはなってきてるんじゃないかなって思います。ということで B ランクでした。お次は A ランク見ていきましょう。こちら A ランク A ランクも特に変わり映えはございません。まあ PVP で戦っていけるとは思います。B ランク同様、その自分の強みっていうのを押し付けていくことができれば今の環境でも全然戦えると思うんですよね。例えばこの変身バーダックの交代禁止を、相手の落としたいキャラクターに押し付けてでライジングで落としきるみたいな使い方をすれば結構強いと思うし、ヒットとかね、今の環境だと未来パーティーか、ザマスブラック、ホープソード、赤腕っていう並び結構流行ってるでしょ。ああいうパーティーに対して踏ん張り向こうのヒットでガンガン殴っていければそこそこ、有効に使えるんじゃないかなとは思うんやけど、やっぱよだめの面とかさ、火ダメカットの面とか考えると古いキャラクター多いですよね、非常に。で古いキャラクターって今ではよだめ 80% 試合開始時に受け取れるっていうのがわりかし普通になってきたけど、この辺のキャラクターたちはねよだめ 20% とか 30% のレベルなんで、今の環境でゴリゴリ戦っていくのは少々厳しいんじゃないかなとは思いますね。でこの中で覚醒してほしいキャラクターはやっぱ変身バーダック。先ほど緑のバーダックの時にも言ったけど、今がチャンスなんじゃないかなと思うんですよね、その全開覚醒するの。ただ緑も赤のバーダックもどっちも交代禁止持ってるっていう非常に厄介なキャラクターなんで、
やっぱ調整難しいんだろうな。うん。で、まあ、同じ理由で言うと、この、ベジータブルーとかね、僕個人的には覚醒してほしいなとは思ってたけど、どうせ紫染めの強化になるし、まあ、交代禁止で縛って打撃2、3発当てれることができる能力してるんで、まあ、こいつも調整難しいでしょうね。まあ、覚醒はほぼないんじゃない覚醒したらもう強くなる未来しかないと思うんでね、ベジータブルーに関しては。まあ、ブルー悟空は一足先に全開覚醒してしまいましたけども、まあ、ここまで紫染めとか流行っちゃうと、まあ、厳しいところはあるんじゃないかなって思います。まあ、その他で覚醒してほしいっていうと、まあ、このジャネンバとかね、劇場版の赤枠として、ジャネンバが全開覚醒しても結構面白いんじゃないかなと思ってて、まあ、今の環境でたまに見るジャネンバといえば紫のジャネンバしかおらんくない。当たり前か。新規のキャラクター来てないから、まあ当たり前っちゃ当たり前なんやけど、そろそろまあ新規のジャネンバ、もしくは覚醒で環境に出てこれるような、ジャネンバを出してあげてもいいんじゃないかなっていう。ジャネンバかっこいいやん。やっぱり。フォルムがすげえかっこいいと思うんやけど、ファンも結構いると思うんですよね。なので、ジャネンバどうにかして環境に出してあげるっていう面目で赤色のジャネンバを覚醒させてもいいんじゃないかなとは個人的には思ってます。はい。っていう感じかな。まあ変身クーラーも覚醒したら強いんでしょうけど、第一形態フリーザとかと比べるとどうなるかっていうところですよね。ただ変身するんで、まあ、変身後の耐久とか火力はそこそこ出してくれると思うんでね。個人的には変身クーラーがやっぱ覚醒してほしいかな。はい、ということで A ランクでした。お次は S ランク見ていきましょう。こちら。S ランク。S ランクも、まあ、ちょろちょろ下がってきたキャラクターはいるけど、特に変わり映えはないかなっていう印象ですね。確か下がってきたキャラが、まあ、前回覚醒のキントン悟空とか、ランチとか、その辺は下げましたね。もうさすがにきついでしょう。いくら踏ん張り持ってて泥速持ってるとはいえ、今の環境じゃちょっと厳しいと思います。その持ち前の踏ん張り能力も耐久のなさで普通にさっくり倒されちゃうっていうのもあるし、やっぱ厳しいよね。ランチはもう赤属性やし、火力打撃圧ほぼないし、耐久もねそんなにないんで、まあ環境的にもちょっと厳しいかなということで下げました。はいっていう感じかな。他のキャラクターたち見るに、まあ別に全然 PVP で戦っていける性能はしてるかなとは思いはするんやけど、やっぱりきついなって感じるんだよな。この S ランクのキャラクターをパーティー、まあバトルメンバーに入れて PVP 今の環境で戦うって考えると少々厳しいよね、やっぱり。そう思わせてしまうのがまあ今のフェスティバルのキャラクターたちっていう感じやから、まあほんまに古めのキャラクターが息してないよねっていう印象でしたね。この中で覚醒してほしいキャラクターはベジータブルー。もうずっと言ってる。さっさと覚醒してほしい。絶対強くなると思うんですよね。でリミテッドの覚醒ってさ、ほぼ外れないやん。ほぼ。まあビルスとかはね、覚醒した当初はすげえ派遣、もう人権やったし、まあ5点もね、タイミング的に復活ご飯が追加された後に全開覚醒したから、復活ご飯でいいやん。結局、今覚醒すんのみたいな流れやったけど、蓋を開けてみれば射撃の火力もめちゃくちゃ高いし、なんなら復活ご飯と、覚醒5点で2体で組み合わせて戦っていくっていうのもね結構強いと思うんで、リミテッドの覚醒はマジで外れないと思うんだよな。で俺が好きなベジータのリミテッドでしょ、覚醒してほしいですね。救急カーツに交代禁止ついてるから、ウルゴジワンパンとか絶対できると思うんですよ。その辺がね、いや覚醒するなら今やと思うんやけどな。こいつが覚醒すれば神の木がもっと環境に出てくると思うんですよね。例えばキラベジ、極ベジ、でベジータブルーみたいな、そういう感じで戦えば黄色緑の形作れる、プラス悟空ベジータっていうフェスティバルのキャラクター組み込めるんでめちゃくちゃ強くなると思うんやけど、厳しいのかな。今の環境だと
まあホープソード、極ベジ、キラベジみたいな形の髪の毛パーティー使ってる人はいるけど、まあ髪の毛なのかベジータ一族なのかわからんけど、そこに緑のね強いキャラクターがポンって1体入るだけでもっと環境で戦えると思うし、ベジータ好きにはたまらないと思うんだよな。覚醒してほしいね。多分次のリミテッドの覚醒はベジータブルーになるんじゃないかなとは思ってはいるんやけど、どうかな。もう残ってんのがさ、ベジータブルーと、まあ順番的に残ってんのがベジータブルーと魔人ベジータしかいないんですよ。まあどっちにしろベジータやから俺は嬉しいけど、個人的に今覚醒するんやったらベジータブルーの方が環境的に活躍するんじゃないかなとは思います。ということで S ランクでした。お次 S プラス見ていきましょう。こちら。はい。S プラス。S プラスの中に新規キャラクターがいます。チルド。はい。S プラスにチルドがやってきました。初めての新キャラクターやね。まあ新覚醒と言うべきか。チルドがいます。まあその他は、ほぼ変わり映えはないのかなっていう感じですね。で、チルドなんで S プラスなのかっていうと、別に弱くないんですよね。S プラスっていうと、もう環境で結構前線で戦っていけるようなキャラクターたちもいるんで、全然弱くないんやけど、ピンポイントすぎるわ。ほんまに。ピンポイントすぎる。バーダック潰しのためだけに生まれてきたかのような、まあ、キャラクターではあるし、で、今の環境ね、スーパーバーダック結構多いんすよ。結局ね。だから、そこそこ活躍できんのかなとは思うんやけど、そのスーパーサイヤ人パーティーにもいろいろあってさ、例えばウルゴジ、スーパービジット、で、バカ野郎とかで全開アビリティ乗っけて、あと1体がスーパーバーダック。もう絶対スーパーバーダック出てくるような編成と、あとは青紫染めっつって、全然紫2枚で青1枚っていう編成で戦っていけるような、パーティー2種類あると思うんやけど、その、どっちかというと紫2枚で戦っていけるような、別にバーダックいりませんよ、全開アビリティ枠ですよっていう状態で戦えるようなスーパーサイヤ人パーティーがめちゃくちゃ多いので、なんか結局そういうパーティーと当たっても、どうせスーパーバーダック出てこうへんし控えやなっていう、感覚で使うしかないんですよね。だからちょっとね、ピンポイントすぎるわ。これがね、スーパーサイヤ人やったらマジぶっ壊れやったわ。Z プラスぐらいあったと思うんやけど、バーダック1点狙いやからな。どっちかというとさ、そのバーダックがいると味方全体よだめ 70% アップよりかは、スーパーサイヤ人が相手のパーティーにいると、味方のよダメージ 3,40% アップ、どっちかぐらいでよかったと思うわ、俺は。ちょっとさすがにね、使うタイミングがなさすぎて厳しい。ただまあ使わなくても悪の系譜の体力上げっていう仕事はちゃんとできるんで、まあまあ無難にパーティーに入れといて、スーパーサイヤ人パーティーと当たった時に満を持して出てくるっていう使い方もいいのかなっていう、まあそれが一番正しい使い方だと思います。はい。こいつをメインに使っていくっていうことはもうないね。ないと思います。はい。っていう感じかな。この中から全開覚醒しちゃうともうほとんどのキャラクターがぶっ壊れてしまうとは思うんですが、まあ個人的にはこのフリーザ結局悪の系譜目線で話しちゃうんやけど、まあこの劇場版ブロリーの赤色のフリーザが覚醒すれば、まあ劇場版の赤枠にも入るし、悪の系譜の赤枠にも入るし、いいと思うんやけど、どうなのかな。まあ今の環境は赤色戦えへんからね、まあ、それだけで覚醒するだけ無駄って考える人はいると思うんやけど、どっかで赤色強いの出しとかないと、永遠に赤は死に色みたいな、死に属性みたいなになっちゃうんでね、どっかで暴れてほしいね。ということで S プラスでした。お次は Z ランク見ていきましょう。こちら。はい、Z ランク。Z ランクもほぼ変わり映えはないんですが、新キャラクターがいます。人造人間21号が Z ランクにランクインという形になります。まあ無料キャラクターにしてはマジで強いと思います。で、このランク帯、Z ランク帯無料キャラクター結構多くて、
ポットフリーザでしょ。で、黄色の悟空ブラックでしょ。で、今回追加された21号でしょ。で、防寒着悟空でしょ。無料キャラクター結構いるんですよね。で、こういうのを見る感じだと、最近の無料キャラクターは、やっぱりフェスティバルで新規の方がね、増えたと思うんやけど、そういう人たちに向けて、無料キャラクターを強くするっていうのは、だいぶありがたいことだと、個人的には思いますよね。で、ポットフリーザなんてね、悪の系譜の緑枠一択なんで、それぐらい強いキャラクターなんで、非常に活躍はできると思います。で、21号なんですけど、無料キャラクターとは思えないほど、余ダメージアップをもらえてるっていう点がすごい優秀だと思います。余ダメそもそも場に出ると 80% アップでしょ。プラス、射撃余ダメージだけ 30% アップするんですよ。だから射撃に関して言えば 110% 場に出るだけで余ダメージアップするって考えると、超強いよね。超強い。ただまあ赤っていう。そこなんだよな。赤色なんですよ、こいつ。例えばこいつが、青とか、青とかやったら、多分人造人間パーティー、そこそこ流行ってくるんじゃないかなっていう感じはするんやけど、今の人造人間パーティーってさ、青と赤とかが足りないのかな多分。黄色はまあ覚醒18号もしくは、サバイバル編の17号。で、紫はセルでしょ。まあその辺がいると思うんですよ。緑は、まあこの21号もしくは覚醒17号でいいと思うんで、まあ足らない色が多分青か赤色だと思うんですが、こいつが赤やったら今の環境的にももっと活躍できるような感じはしたんやけど、まあ運営的にもどっかで赤色の新規出さないとやべえなって思ったのがこいつなんでしょうね。今の環境の敗北者となってしまった人造人間21号は Z ランクに食い込んでくるという形になりました。はい。まあこの辺からはもう全開覚醒したらぶっ壊れる以外の何者でもないと思うんで、まあ全開覚醒の予想はしないでおきます。ということで Z ランクでした。ではお次 Z プラス見ていきましょう。こちら Z プラス。さあ Z プラスになってくると新規のキャラがなんと3体います。復活フリーザ、20倍海洋剣悟空、全開覚醒のフルパワーフリーザ。この3体が見事 Z プラスにランクインしたということで、まあフルパワーフリーザから見ていこうかな。強いですね。普通に。めちゃくちゃ硬い。実際使ってるんやけど、とにかく硬い。普通に悟空ベジータの攻撃も受けれるし、ウルゴジの攻撃もね、まあ他のキャラクターで受けるよりはしっかりと耐久してくれる。プラス、カバチェンで出してあげると気力40減少してくれるんで相当強いと思います。最近の全開覚醒の中ではピカイチに当たりの部類だと思います。でプラス必殺アーツで踏ん張り無効ついてるし、まあ特殊アーツのカウンターもあるし、結構厄介なキャラクターになってるんじゃないかなって思うんですが、まあフルパワーリミテッドのフルパワーフリーザとちょっと仕事はかぶってないか、色がかぶってるっていうので、まあ、若干バトルメンバーに選びづらいっていうのはあるかな。黄色2枚でいっちゃうとやっぱり悟空ベジータのベジータが止められないんですよね。まあ、その点が若干難儀ではあるんやけど、まあそれでも強いと思います。カバチェンで出すだけで、しっかり仕事してくれるし、まあ、ライジングの受けにもなってくれるし、悪くないキャラクターなんじゃないかなって思いますね。そしてお次は20倍海洋剣悟空となります。こいつね、超強いですね。超強い。何が強いかっていうと、やっぱりバニシングの回復がちょっとやばいね。実際使ってみて分かったんやけど、こいつの能力ってパープルに対する余ダメ 50% アップとか、パープルから受ける被ダメージ 25% カットとか、そういうなんかパープルメタみたいな能力は一応ついてるんやけど、ほぼ無意味。ほぼ無意味です。だって今の紫爪ってさ、普通に全開アビリティ4つとか3つ乗ってるキャラクターたちばっかりなんで、そんなキャラクターに 50% アップとか被ダメ 25% カットとかしても、解けるし、
攻撃入らないしっていう感じなんで、まあマジでおまけみたいなもんではあるんやけど、こいつの一番強いところはやっぱバニシング回復ですよ。相手の攻撃避けると自動的に 70% 回復するっていうのがマジで強いと思います。はい。やっぱね、複数回避けれるっていうだけでウルゴジメタにもなるんですよね。交代禁止あるでしょ、ウルゴジ。まあウルゴジが交代禁止発動するタイミングって味方が1体落とされてないと発動しないんで、まあその時点でね、結構優勢っていうのは変わりないと思うんやけど、やっぱりライジングそのまま落として次出てきたのがウルゴジやったら動きづらいですよね。アーマーついてるし相手は。だからそういう時に20番海洋圏は、バニシング回復残ってればだいぶ時間も稼げるし、でそもそも有利属性やから相当火力も出せると思うんで結構強いと思うんですよね。で味方の余ダメージも上げてくれるっていうのが非常に優秀。打撃圧確か4発分で自分自身が 40% アップ、味方 20% アップ、プラス打撃圧1回使うと、1回だけワンドローできるんで、その辺も相まって余ダメは簡単に上がるし、バニシング回復するからコンボも取りやすいし、超強いキャラクターなんじゃないかなって思います。プラスこんだけ回復しといてメインでバニシング 100% 回復やからねやばいよね。だから 70% 回復の2回発動をもう使い切ってしまったらメインで 100% 回復してさらにコンボつなげるっていう動きも可能だということになるんで、凸追っても損はないキャラクターになってるんじゃないかなって個人的には思います。そして、待望の悪の系譜の受けキャラ、復活フリーザになるんですけど、マジ強いね。マジ強い。ほんまに最近使ってて思うのは復活って偉大やったなっていう。もちろん環境にね、そのゴジータ4とかその復活阻害を持ってる強いキャラクターっていうのはめちゃくちゃ多いんやけど、それにしても強い。耐久はねそんなにないんですよ正直。ただ火力はすごいあるし、変身後の火力なんてね、射撃の火力28万ぐらいあるんで、超火力が出ると。で場に出るだけで、4ダメ 80% も乗るし、火ダメ 30% カットもあるし、交代すると気力も回復するし、体力もねじわじわ回復してくれるんでめっちゃ強いですね。でメインアビリティが特に強いと思ってて、こいつの特殊圧かぶせれるじゃないですか。めっちゃ強いでしょ。射撃圧も引っ張ってくれるし。でメイン使えるカウントが10カウントなんで結構早いんですよね。だから試合序盤とかにメインで時止めてびっくりマークに合わせて特殊でかぶせて、そのままライジングもしくはコンボつなげてボールを回収するとか、そういう動きが今の環境だとすごい刺さる。最近のキャラクターってさ、なんていうの、メイン使ったら究極呼んでくるようなすげえパワー系のキャラクターが多いやん。そんな中特殊でかぶせることもできるし、わりかし5つ買っても強いような、メインアビリティっていうのは今の環境重要っていうかすごい刺さってると思うんで、このメインがねめちゃくちゃ味出してていいなって思いましたね。はい。で範囲必殺なんでね、変身前はその辺も噛み合えば強いんじゃないかなとは思います。ということで Z プラスでした。さすがにゴッドは届かないかなっていう感じですね。はい。ということでお次はゴッドランク見ていきましょう。こちら変わらず誰一人変わらずという、形にはなるんですが、さらに評価を伸ばしたキャラクターはフルフリかな、個人的には。フェスティバル環境からじわじわとフルフリの評価は伸びてきたんやけど、新しくね復活のフリーザが追加されたことによってさらに評価が伸びたっていうキャラクターではあります。でプラス、全開アビリティがね2つっていうか、無理なくパーティーに組み込める全開アビリティが1つ乗るようになったっていう感じなんで余計強いよね。やっぱドラゴンボール破棄3つっていうのもぶっ壊れてるし、アーマーも持ってるし、特殊の射撃ドローもあるし、ドロ速もあるし、メインのバニシング回復もあるし、言うことなし。ウルゴジで縛られてもバニシング回復で時間を稼げたりするんでマジ強いよマジ強いと思います。はい。
それ以外は特に言うことないんじゃないか。全部強いよね。もう今の環境で見るキャラクターばっかりだと思うんで、特に言うことはないかなって思います。ということで、ゴッドランクでした。はい。前回のランキングに引き続き、ゴッドランクの上がございます。それがこちら。全王ランクになります。この2体ですね。ウルゴジと極べし。もうこの2人は、言うまでもなく、ぶっ壊れキャラクターだと、個人的には思ってるんで、全王ランクが一番マッチしてるんじゃないかなって思います。やっぱこの2人見ると、ゴッドランクが霞むぜ。それぐらいぶっ壊れてるよね。今、ティアリストのブーストに乗ってるんで、余計強く感じるだけっていう可能性もあるんやけど、さすがにティアリストから外れただけで環境から落ちるっていうことはまずないと思うんで、全王は変わらないかなっていう印象ですね。個人的にはこの全王ランクに最終形態クーラーとかね、新規でリミテッドとして登場して入ってくれることをちょっと願ってるんやけど、どうなるかなっていう感じです。以上でランキング動画終了するんですが、いかがだったでしょうか。このキャラクターの方が強いとか弱いとかあれば、コメント欄でどんどん感想を書いていっていただければなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。